虹を打ちまくって環境破壊を楽しめています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は戦闘ヘリを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、強力な機銃を搭載して空中から弾丸の雨を降らせてみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは前回作ったこちらのヘビーマシンガンを改造して連射速度を控えめに装弾数を多くしましょう。真ん中を少しずらして点火すれば連射速度が落ちるかと思いましたが、そんなことはありませんでした。やはり連射速度を落とすには燃え尽きる寸前の松ぼっくりを使った弾の横から点火する形式が向いているみたいです。13発縦に繋がった弾を4セットくっつけることで全部で52発の弾を安定した連射速度で発射できるようになりました。これで戦闘ヘリ用の機銃はできたので、設計図機能でもう一つ複製して、操縦席の両サイドにセットしましょう。こんな感じで、ベアリングを間に挟んだ部品を使って、機銃を別パーツ扱いにすることで、発射時に不安定になるのを防ぐことができます。燃料をつけた後、バッテリーで電気を流すと、52発が2セットで、合計約4発の弾を連射しまくってくれています。弾を追いかけてみると、かなり広範囲に散らばっていました。これなら、飛びながら当てるのも難しくなさそうです。次は飛ぶための仕組みです。ローターの角度は、木のかけらを組み合わせた、こちらの部品を軸にして、二重反転プロペラの仕組みに、こんな感じで、草を重ねた4枚の羽を取り付けました。こちらに電気を流せば、いい感じに回転しています。でも、バッテリー1本では、出力不足みたいです。バッテリーを5本にするとどうでしょうか。よし。これなら十分に浮かんでくれました。ここから攻撃しやすい高度を保つために出力を変えられるロータリースイッチを作っていきましょう。とりあえずバッテリーが2本、3本、4本の3段階に出力が変更できるようにスイッチと配線、電流を流す方向を固定する大鉄鋼を使って回路を作りました。これならロータリースイッチを右に回していくたびにローターの回転数が上がるはずです。早速ローターに配線をつないでうまく動くか試してみましょう。まずは弱からゆっくりプロペラが回って回転数は88rpm でした。今度はスイッチを中にしましょう。この時の回転数は 100rpm でした。最後はさらにスイッチを動かして強にしましょう。この時の回転数は 110rpm でした。ちゃんとスイッチが機能しているのが確認できたので、次は機銃で狙いやすくするための照準器を追加します。木の棒と真っ黒にした松ぼっくりを使って2つの四角い輪を縦に並べた 3D シューティングゲームっぽい照準器を作りました。これなら操縦しながらでも狙いやすいじゃないでしょうか。そして操縦しながら撃ちやすくするために右のグリップを内側にひねることで発射できるスイッチを取り付けました。早速試してみると、
発射できていますが、火薬の爆発のダメージで、ローターが壊れてしまっています。これでは全て発射することは難しいので、こうならないように、ダメージを防ぐための板を、ローターの下に追加しましょう。これならどうでしょうか。試してみると、ダメージを防いで、ちゃんと発射することができました。今度は空を飛びながら撃てるか、試してみましょう。少し浮かんだ後、機銃を発射すると、すぐに壊れてしまいました。動いている状態だと、壊れやすくなるみたいです。さらにダメージを防ぐ板を追加しましょう。かなりがっちりつけましたが、これならどうでしょうか。ちゃんと壊れずに、撃ち続けることができました。でも、ぐらぐら揺れて安定しないので、戦闘ヘリっぽく飾り付けることで、体積と重さを増やして、安定するようにしましょう。草ではなく、木材を使うことで、壊れにくくなるようにしました。やじろべえのように、外側に重りをつけることで、安定しやすくなる気がするので、重り用の太い木を横につければ、よし、戦闘ヘリが完成しました。早速飛んでみましょう。後ろ向きに進んでいますが、結構安定しています。早速機銃を発射すると、機体に影響を与えることなく、機銃を発射できています。全部で104発も装弾数があるので、こうやってちびちび少しずつ発射すれば、かなり長い間、攻撃を続けることができます。半分くらい弾を消費したので、残りを一気に発射すると、これだけ連射しても、機体が揺れたり壊れたりすることなく、撃ち尽くすことができました。今度は、カメラの位置を固定して、遠くから機銃を発射するところを、見てみましょう。少し離れたところから、木を狙って発射すると、よし、しっかり命中しました。機体を下に傾ければ、北方向の敵も狙うことができますし、飛行機と違ってホバリングしながらも撃てるので、かなり狙いやすいです。これだけ撃ちまくっても、まだ残弾数に余裕があるのも心強いですね。では次は、ドローン工場の壁を狙って、上空から撃ってみると、大量の弾が当たって、すぐに壁を破壊できました。そのまま撃ち続けることで、バシバシ弾が当たって、ドローン工場の壁は、粉々に粉砕されました。続いて、風力発電機を狙ってみると、よし、ちゃんと当たっています。柱が細いので、なかなか当たりづらいですが、しっかり空中で体勢を整えながら、少しずつ発射して、コツコツ当てることで、どんどん耐久力を削っていって、よし、柱を破壊できました。そのまま弾を発射し尽くしたら、ロケットエンジンの力で、少しだけ上昇することができます。攻撃を避けて離脱する動きに、使えそうですね。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、戦闘ヘリで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。画面の奥から手前に向かって、機銃を発射していますが、かなりの命中率で、ザコキャラに当たって、粉砕してくれています。そのまま狙いやすい位置に移動しながら、少しずつ当てていくことで、どんどんザコキャラが粉々になって、ほぼ全てのザコキャラを
破壊することができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。ロータリースイッチを右に回すことで、一段階出力が上がって、上昇することができます。前に傾けると前に進みますが、速度はそんなに速くないですね。ロータリースイッチを回して、最大出力にしても、秒速 4.2 メートルほどでした。でも、この遅い速度のおかげで、急に壊れることもないですし、かなり狙いやすいです。四角い照準器に合わせて、基準を打っていれば、高い確率で命中してくれます。そのまま打ち続けることで、ほぼ全てのサゴキャラを吹き飛ばすことができました。それでは最後は、こちらの戦闘ヘリに乗って、火を破壊しまくる、環境破壊の旅に出かけましょう。シミュレーション距離を台に変更しているので、かなり離れたところから当たるはずです。遠くに見える小さな木を狙っていると、よし、命中しました。それからも、移動しながら火を狙って撃ち続けていましたが、連射した弾が遠くで拡散してくれるおかげか、ある程度狙いを定めて発射することで意外と当たってくれます。カメラワークをいろいろ変えながらどんどん撃っていきましょう。弾速も速くスイッチを入れてから発射までのタイムラグも少ないのでかなり快適です。無人を撃ちまくって環境破壊を楽しめています。狙うのにも慣れてきたので命中率も上がりました。そのまましばらく続けているとすべての弾を撃ち尽くしました。環境破壊の旅はここでゴールとしましょう。それではたくさん環境破壊を楽しんでお腹も空いてきたのでスライムを捕まえてきて燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた戦闘ヘリさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。